おっさんアクアです。この考察動画は僕の思考の説明です。ご了承ください。考察編第3回目。今回は水草についてです。一番最初、水草ってどっからどこまでが水草なんだよって思っちゃって、水中から外に伸びてるやつとかもいるじゃないですか。植物学として何を水草と言っていいのか正直よくわかんないんで、とりあえず水槽に入れる植物的なものを全部水草っていう言い方にさせてもらいます。そして今回は実際に僕が水草のことを調べていった流れに沿ってその都度考察をしていこうと思います。1回目の考察編で理想像からアクアリウムを考え始めた話をしました。で、その中に水草も含まれるんですけど、知識が全くないんで種類から考えるっていう発想が一切できませんよね。なので軽くどんなのがあるか検索してみるわけです。そうすると初心者でも簡単な水草っていう風にまとめて紹介されてるのをよく目にしました。でも僕は植物に対して初心者でも簡単っていう言葉をちょっと申し訳ないんですが全く信じてません。実は昔観葉植物を部屋に欲しいなと思って簡単だって言われるやつをいろいろ育てたことがあるんです。だけど全て枯れました。土が乾いたら水あげるだけって言ってたのに全然ダメなんですよ。で、調べてみると、季節によってとか、気温差がどうとか、風当てるなとか、日光のバランスがどうとか、なんだやることいっぱいあるんじゃねえかよと、全然話が違うんですよ。で、別にこれ今、観葉植物の育成のコツが知りたいわけじゃないですからね。何が言いたいのかっていうと、経験豊富な人が言う簡単と、初めての僕が思う簡単は全然違うっていうことです。水草も入れときゃ勝手に育つみたいな話よくありますよね。じゃあ、お湯でも育つの？いや、お湯で育つわけないじゃんって、それくらいわかんでしょって、このお湯の質問、へりくつに聞こえますか？そのくらい何も知らない初心者と経験者の目線って隔たりがあると思うんですよ。何もしなくていいって言われたら、初めての人間は本当に何もしなくていいと思うんですよ。とにかくこういうのがあるんで、僕は生物に簡単はないっていう前提で水草に向き合うことにします。これは17番目の動画でも言ってますね。じゃあ知識がない僕がどうやって水草を考え始めたか。ちょっと無茶なんですけど、理想の形を想像で決めてしまうことにしました。最初に考えたレイアウトにどう植物が生えていたら理想の水形になるか、種類も調べず勝手に絵を描いてしまいます。この色は水草の色じゃなくて住み分けのための色付けです。で、その後、いろいろな水形の写真を見て、こんな形とかいろんなやつもあるんだなっていう情報を取り入れながら、理想の形を少しずつ積み上げていきました。で、この過程では特に IAPLC の過去写真は本当にお世話になりました。レイアウト全体を参考にするっていうよりも、ある部分をどう水草で隠してるのかとか、姿として水草の種類をいろんなの知ることができたんで、これちょっとまた別の回でお話しします。で、この時点では水質とか育成方法っていうのは全く無視してます。というか調べてもいません。とにかく理想像を固める作業ですね。で、これらがまとまった後に初めて自分が思う姿の水草が本当にあるのか、なんていう名前の水草なのか、実際に調べ始めます。図鑑のように情報を出してくれてるサイトに本当に助けられました。あと、レイアウトの動画なんかで出てきた時は、種類をテロップで入れてくれたりしてるんで、すごく助かりましたが、クリナムアクアチカだけは、あんま使ってる人がいなかったんで、調べるのにすごい苦労しました。で、ちょっと話がそれるんですけど、水草の作品でシルエットから分岐して水草が探せるようになったらすごいいいなーとか思いました。例えばまっすぐ系のシルエットで背が高い、中くらい、短いみたいなそういう流れですね。こういうのがあると名前知らなくても理想の形が見つかりそうなんですよね。それはさておき、これでとりあえず自分の理想像に何の水草をどう使うか決まりました。じゃあこれをどう育てるんだってことで勉強し始めると、至るところで次の言葉を目にすることになります。それは弱酸性の軟水です。聞いたことありますよね。ほとんどの人がそう言うってことはすごく大事なことなんだと思います。で、そうなると気になるのは、なぜ弱酸性の軟水にした方がいいのかっていうことですよね。で、解説を読むと端的に言えば水草はその方が栄養の吸収がしやすいからってことらしいです。つまりその方が育成環境に適してるってことですね。なるほど、そうなのかと初めての僕はもちろん思いますよね。けど弱酸性で軟水の水を作りましょうなんて言われても
どうすりゃいいのか全然わからんわけですよ。弱酸性なんてボディーソープで聞いたことあるくらいだし、軟水なんてミネラルウォーターに書いてあるやつくらいなもんなんですよね。じゃあ、水道水をいろいろ調べながら、その水を弱酸性の軟水にするにはどうしたらいいのか調べてみました。余談ですが、ここで水道水の性質とか季節ごとの変化、浄水場が何してるのかとかも同時にいろいろ勉強することになりますね。アクアリウムで水を弱酸性にするには、ソイルを使う、CO2 を添加する、硝酸やリン酸などが溜まる。軟水にするには、これも同じくソイルを使う、軟水機を使う、軟水にする露剤を使う、そんなことが大まか書かれてますが、これね、もう調べてる途中で疑問が山ほど出てきちゃって、もうすごい困ったんですよ。まず、作用が有限なものばっかで、バランス取るの大変なんじゃないのか。CO2 は水草が使う分と溶解量のバランスってどうなるのかとか、硝酸が溜まるってことは、バクテリアが活動すれば、どんどん出てきちゃうんじゃないのって。いきなり軟水機なんてものを導入しなきゃ始められないのかとか、これらの作用がある一定値で留まってくれるのとか、じゃあ水替えしましょうって、そこで入れる水は弱酸性じゃなくていいの？そもそも弱酸性の軟水の定義っていうのが場所によって全然違うんだけどこれ何なのとか、もうこういうのがね、もうバーって頭にいっぱい出てきちゃったんですよ。その辺に疑問はちょっとありつつも、そんな風にやればなんかうまくいくんだろうと思って、実際にどの程度の弱酸性軟水が必要なのかっていうのを僕が入れたい水草と照らし合わせて調べることにしました。これがないと水をどのくらい制御すればいいのかっていうのが見えてこないですよね。すると、サイトによって多少違いはありますが、こんな風な情報が出てきます。アヌビアス7、ミクロソリウム、ボルビティス・ヒュディロティ、バリスネリア・スピラリス、ヘアグラスショート。これは結果的にエキノードルステネルスに変えてます。ね、この数字見ると、絶対に弱酸性の軟水じゃなきゃダメだってことではないですよね、これ。だけど、この数字の解説の後に、弱酸性の軟水にした方が元気で綺麗に育ちますって書かれてると、じゃあ中性の GH6 で育てた元気で綺麗じゃない状態を見せてほしいって思ってしまうんですね。で、これは考察2でも少しお話ししました。もちろん調べていくと弱酸性の軟水にした方がいいっていう種類もありました。その方がいいっていうのはちょっと曖昧なんで、例えば赤い水草が赤く色づかないとか、そういう水草を入れたいなら水質をそちらに傾けるべきですよね。で、これ弱酸性の軟水が間違ってるって意味じゃなくて、それを初心者にいきなり全部やらせようとする根拠っていうのが、なんかね、乏しく見えちゃったんですよ。例えば、玉みたいなのポチャンって入れて、それだけで弱酸性の軟水が維持できるんだったら、話は別だし、弱酸性の軟水にするしか方法がないってことなら仕方ないんですけど、数字を見ると別にダメってことじゃなさそうですよね。で、ここで僕はよく言われてることにちょっと疑問を持ち始めることになってしまいます。さらに調べていくと、苔についての問題も並列で語られていることが多いです。高度が高いと水草が効率よく栄養を吸収できない。なので、余った栄養分をもとに苔がたくさん生えてきてしまい、光合成とかの面からも水草の成長をさらに阻害することになるっていう話です。で、この話自体は僕も納得してるんです。ですが、だから軟水にして効率よく吸収できるようにしようっていう結論に僕はちょっとならないんですよ。だってシンプルにね、栄養が余るなら栄養を減らせばいいじゃんって思いませんか？逆に足りなければ追加すればいいんですよ。それは水替えで減らすんだよってなったとしても、じゃあ最初から減らしとけばって思うんです。で、こういう流れで、だから初期は苔が出やすいとか、沼エビを入れましょうとか、オトシンクルスとか貝を入れましょうみたいな、正直入れたくもない生態を入れるように解説されてると、なんかね、腑に落ちないんですよ。で、これすごい間の抜けた話に聞こえるかもしれないけど、初めてやる僕が本当に素直に思ったことなんですよ。だったら単純に自分で追加した分だけが加算されてるっていう環境にすればいいんじゃないのか。そう考え始めた時に変動要素っていうのが頭に浮かんできます。この変動要素に関しては1回目の考察をご覧ください。
そして高度が高いと黒くて硬い苔が生えるっていう解説があります。これはとてもよく言われてる話で僕もすごい気になってました。だってそうだとすると GH5 以上の水道水で管理しようとしてる僕の水槽では必ず黒ひげ苔が出るんだろうなって想像するわけです。石とかもたくさん入れるつもりですしね。ですが苔を生える状況をいろいろ調べた結果、ミネラルだけが原因だとちょっと僕は思えなかったんですね。で、これは高度がどうこう言う前に、まず苔が生える環境っていうのがあるんじゃないかと考えました。つまり有機物も含めて余剰栄養があるってことですが、これ当たり前のように聞こえますよね。でも余剰栄養があるんだけど、まだ苔が生えてないっていう状況に注目するべきだと思うんですよ。で、これがどんなに短い時間だとしても、この段階っていうのが必ずあって、その時、見た目の状態って悪くないはずなんですよ。苔が視認できないんで。ここがとても大切な分岐点だと僕は思いました。これは考察1でお話しした環境変化が目に見えにくいという話にもつながることです。つまり、今から苔が生え始めますよっていう状況があって、そこに高度も影響して黒ひげ苔になるっていう考え方をしました。逆に言えば、高度が高くても余剰栄養の状態じゃなければ黒ひげ苔は発生しないんじゃないかっていう仮説です。そう考えると、栄養に関する変動要素を減らして、そもそも苔が生える準備がしにくい状態にしてしまえばいいんじゃないかっていう方法を模索することになるわけです。ですがこれはあくまでも仮説です。先ほど言った黒ひげ苔が生えないっていう予想はいい予想で、悪い予想は水草も栄養が足りないし吸収もできなくて育たないっていう結果です。もうこれは同じような理論で進めてる人が見つからない以上、自分で試してみるしか方法ないですよね。実際の過程と結果は90センチスネークヘッド水槽の動画をご覧ください。ここで水草をどう育成するかという考えをまとめると、不栄養化で苔が生え始めるのを上限と仮定します。そして栄養分がほとんどない状況から自分で足していって上限に達したら減らした状況っていうのを維持します。たとえ水草にとってギリギリ育つくらいの状況だったとしてもです。26番目の動画でトラブルを迎えに行くと言っていたやつです。水草の成長に伴ってこの上限が変わることになりますが、考察1の変動要素を元に判断するんで、何が起きてるかっていうのは分かりやすいんではないかと思いました。これが水草の育成に対して考えた僕の考察です。話をまとめましょう。水草を育てるためにいきなり水質を制御させるんではなくて、自分の水道の水質に合った水草だけでまずは育成を始めるのが僕は初心者らしいと考えています。そしてそれを実践しているのが僕の水槽です。いろいろ調べて数値などを参照しても、やり方を絞れば絶対にダメな方法と僕は思いませんでした。やりたいことの幅を広げたくなった時に水質を制御するっていう少し難しいこともやっていかないとダメなんだよっていう方が自然な流れのような気がします。ですが確実な安定方法は少なくとも僕にはちょっと分かりませんでした。ならば狭い範囲でできることからまず始めてみましょうという流れがこのアクアリウムに関して僕が一番腑に落ちる考え方です。考察1と同じ着地点ですね。これが水草でも同じことが言えるっていう話です。ちょっと今回はよくある流れに対して疑問を持ったっていう話がすごい多くなってしまいましたが、初めての人間が素直にそう思ったっていう事実も一意見として捉えてもらえれば嬉しく思います。次回は魚に対する考察です。それではまた。